あなたは家族がいないから、うまくいくのよ。母が感謝祭の食事の席で、二人の兄弟、彼らの配偶者、そして5人の子供たちの前で宣言したとき、私は何も言えなかった。母は私に事前に確認することもなく、クリスマスに5人の子供を見てほしいと言った。実は、私はすでに飛行機のチケットをバッグに入れていて、キャンセルするつもりはなかった。クリスマスの朝、母の理想の家族の休日は、彼女が想像もしなかった形で崩れ去った。そして、私を非難するために使われたグループチャットは、彼女を沈黙させる道具となった。もしこの話があなたに響くなら、いいねと登録を押して、どこから聞いているのか、いつなのかコメントを残してください。私はジェシカ、27歳です。そして、私が家族の無料ベビーシッターを辞めた時に起こった出来事をお話しします。今、感謝祭の週末に戻りましょう。母の家は、バージニア州ミルブルックのシカモアレーンの端にある4分の1エーカーの敷地に立っています。白い外壁、黒いシャッター、2014年から揺れていないブランコ。毎年、感謝祭の料理が炊き上がると、同じ香りが漂います。焼きたての七面鳥、煮込まれたシナモンスティック、そしてリンダ・マーサーがオーブンの中に忘れた何かが焦げるかすかな匂い。感謝祭の日、私たち4人が集まりました。姉のカレンは35歳、3人の子供がいます。兄のデレクは33歳で、4歳の双子が2人。彼らの配偶者と8歳未満の5人の子供たちが、ダイニングテーブルの周りを駆け回っていました。私は27歳、独身、一番キッチンに近い席に座っていました。食事が進む中、母が立ち上がり、ワイングラスを鳴らしました。彼女はみんなに微笑みながら、クリスマスについて考えていたの。カレンとブラッド、あなたたちにはそのリゾート旅行が必要よ。デレク、ティナの両親も双子に会いたがっているでしょう。だから、こういう計画よ、と話し始めました。私を見て、こう言いました。ジェシカはここに子供たちと一緒にいるわ。私は口を開こうとしましたが、カレンが素早く反応しました。よかった、アレルギーリストを印刷しておいたわ。私は印刷された用紙に目を通しました。リリーのピーナッツアレルギー、イーさんの就寝ルーチン、ノアの耳薬。周囲を見渡しましたが、誰も反応しませんでした。待って、ジェシカに確認した人はいるの、なんていう人はいませんでした。それで、私は言いました。実は、今年のクリスマスには予定があるの。テーブルの上のナイフとフォークが一瞬静まりました。そして、母が言った言葉は、私の心に深く刻まれることになりました。予定。どんな予定なの？あなたには自分の家族がいないんだから、うまくいくわよ。その瞬間、私の心は凍りつき、何も言えませんでした。テーブルの上では、会話が何事もなかったかのように続いていきました。子供たちが8時に寝た後、カレンとブラッドはゲストルームに、デレクとティナはホテルに向かいました。私はコートをつけ、玄関へ向かいました。母がキッチンで私を捕まえました。彼女は食器洗浄機を片付けていて、いつもそうするのは、非難ではない会話を装うためです。手を動かしながら、視線を下に向け、カジュアルな声で言いました。ジェシカ、何が問題なのか理解できないわ。私は真実を告げました。飛行機のチケットを予約しているの。数ヶ月前から計画していたの。彼女は振り返り、まるで私がカルトに入ると言ったかのように驚いた表情を浮かべました。何のための飛行機のチケット？ビーチにでも行くの？彼女は首を振りながら言いました。あなたは大げさよ、ジェシカ。ただ数日、子供たちと過ごすだけじゃない。山を動かしてほしいなんて言っているわけではないのに、私は言いました。全く私に聞いてもいないでしょう。母さん、彼女は、家族がすることよ、と返しました。リビングルームからカレンの声が聞こえました。正直、ジェス、私が子供を持っていたら、同じことをしてあげるわ。これが姉妹のすることよ。キッチンを振り返ると、デレクの椅子は空でした。彼は何も言わずに去ってしまったのです。おやすみと言って、私は外に出ました。スクリーンドアがバタンと閉まり、11月の冷たい空気が顔に当たりました。
私は車の中で1分間、キーを回すこともできずに座っていました。手は震えていました。恐怖からでも悲しみからでもなく、ただ、家の中の誰一人として私が何を望んでいるのかを尋ねなかったという、ゆっくりとした、吐き気を催す認識からでした。帰路につきながら、スマホを開きました。アプリに残っている飛行機のチケット。アウトバーンクス、12月23日。私はそれを長い間見つめましたが、キャンセルはしませんでした。私のアパートは、メインストリートのハードウェア店の上にあるスタジオです。480平方フィート、一つの窓が駐車場を向いています。2時にガタガタ音を立てるラジエーター、でもそれが私のものです。冷蔵庫には、クリニックから承認された休暇の申請書のコピーがありました。12月22日から28日まで、2ヶ月前にドクター・ヌアンのサインがありました。その横には、6月から続けている手書きの帳簿がありました。6ヶ月分の数字、すべての追加夜勤、すべての残業時間、テイクアウトではなく自炊した食事。毎朝、ドライブスルーでコーヒーを買う代わりに自分のキッチンで作ったこと、小さな犠牲を青インクで記録しました。最後のページの下には、合計金額が$2340と記されていました。これが私のアウトバーンクス基金です。16歳の時に行ったウィリアムズバーグへの高校の校外学習以来、私にとって初めての本当のバケーションです。メーガンと私は、A B & Bをシェアしました。ビーチから2ブロックの小さなコテージ。私はその写真を何度も見たので、リスティングが記憶に焼き付いていました。白いカーテン、2つのユリースのあるポーチ、スクリーンドア越しに聞こえる波の音。メーガンに電話をかけました。2回目の呼び出しで彼女が出ました。すべてを話しました。発表、アレルギーリスト、ラミネートされたスケジュール、そして自分の家族がいないという一言。メーガンは数秒間黙っていました。そして、すべてを打ち破る質問をしました。ジェス、あなたの母がクリスマスに何を望んでいるか尋ねたのはいつが最後、あなたが何をするべきかではなく、あなたが何を望んでいるかを。私は答えようと口を開きましたが、何も出てきませんでした。何年もの記憶をスクロールしましたが、空白でした。それが答えよ、とメーガンは言いました。アパートは静かでした。ラジエーターがガタガタ音を立て、私のスマホの画面には予約がまだ光っていました。確認済み、アウトバーンクス、12月23日、2人の乗客。なぜ私はそのチケットをキャンセルしそうになったのかを理解するには、これがどのように始まったのかを知る必要があります。一つの出来事ではなく、静かに根付いてしまったパターンです。4年前のクリスマス、私は23歳、看護学校を卒業したばかりで、ミルブルックファミリーヘルスでの初めての仕事を始めたばかりでした。カレンは7ヶ月のリリーを出産したばかりで、彼女とブラッドは疲れ果てていました。母はクリスマスイブに私を呼び出しました。彼女はすでに決めたことを、あなたのアイデアのように思わせるために使う柔らかい声で言いました。カレンは休みが必要よ。あなたは子供たちと過ごすのが得意だから、クリスマスの日に数時間だけリリーを見てくれない、数時間。彼女はそう言いました。私はその朝のメッセージを今でも携帯に残しています。数時間だけでいいの。あなたは最高だから、数時間は丸1日になりました。リリーは昼食中も、夕食中も泣き続けました。私は他の人たちがテーブルでお菓子を引き裂き、ソースを回している間、廊下を彼女を抱っこしながら歩き回りました。夜の10時に、冷たいお皿で一人、キッチンで残り物の七面鳥を食べました。静まり返った家、みんなは寝るか、帰ってしまっていました。皿を洗い、カウンターを拭き、帰りました。翌朝、カレンから電話がかかってきました。リリーは夜中に寝ていた。彼女は私が眠ったかどうか、食べたかどうか、ありがとうの一言も言いませんでした。その時はにも思わなかったのです。カレンが疲れているのだろう。母が助けを必要としているのだろう。これが良い娘のすることだと信じていました。それが1年目でした。型はすでに作られていて、私は気づきませんでした。2年目には、ロスターが倍増したのです。
その頃、カレンにはエタンという赤ん坊がいて、彼は20分しか眠らなかった。デレクとティナは4ヶ月の双子、メイソンとハーパーを抱えていた。母の家でのクリスマスは、3歳以下の子供が4人と1人のベビーシッターがいる状態を意味していた。カレンとブラッドは14日にスパに出かけた。カレンは数時間だけと言った。彼らは午後9時に帰ってきた。デレクとティナは急な買い物に出かけると言って、夕食まで姿を消した。午後3時頃、おむつが切れてしまった。私はカレンにメッセージを送った。彼女は$50を送金してくれたが、一つの絵文字だけだった。抱きしめる顔。感謝の言葉もなく、何かを返す約束もない。ただ$50と、赤ちゃん4人を一日中管理するためのデジタルな法要だけだった。3年目はさらに悪化した。カレンはノアを妊娠中で、感謝祭の時には安静にしている状態だったので、クリスマスの準備は早く始まった。12月の第1週、母から電話がかかってきた。23日までに家に来てほしい。カレンは今年何もできないから、私は提案した。カレンとデレクがそれぞれ1日ずつ担当すればいいじゃない。私が1日、彼らが次の日を担当する。ローテーションしよう。母の答えはすぐに返ってきた。彼らには一緒に過ごせる配偶者がいるのよ、ジェシカ。あなたも誰かができたらわかるでしょう。その言葉は、柔らかい包み紙に包まれた平手打ちのようだった。その年、私は友人とのクリスマスイブの予定をキャンセルした。午後11時、母のソファの上で、眠っている幼児たちに囲まれながらメッセージを送った。また今度、家族の事情で、メーガンの返信は早かった。ジェス、これで3年目だよ、3文字。私はほとんどそれを聞くことができた、ほとんど。4年目は私の中で何かを壊した。大きな音もなく、一度にではなく、まるで髪の毛のような微細な亀裂が、重さがちょうど正しく当たった時に初めて感じるかのように。今は5人の子供がいた。リリーは6歳、エタンは4歳、双子は3歳、赤ちゃんノアは1歳を迎えたばかりで、歯が生え始める時期だったため、90分ごとに世界が終わるかのように叫んでいた。カレンとブラッドはシャンノドアバレーのリゾートに3日間出かけた。デレクとティナはナの両親のところに2日半行った。母は家にいたが、ほとんどの時間を料理や近所の人をもてなすこと、食卓を雑誌のように整えることに使っていた。私は3日間、5人の子供と一緒に過ごし、2時には空気が抜けるエアマットレスの上で寝た。2日目、ノアが102度の熱を出した。私はカレンに電話をかけたが、応答がなかった。彼女はスパにいたのだ。私は母に電話したが、彼女はケーキにアイシングをしていた。タイレノールを与えなさい。あなたは看護師なのよ、ジェシカ。私は5人の子供を車に乗せ、緊急治療に向かった。ノアはチャイルドシートで叫び、双子は後ろから私の席を蹴り、リリーはエタンの手を握りながら、ノアは大丈夫と尋ねていた。その時の自己負担額は$180だった。私はデビットカードで支払った。誰も返済を申し出なかった。カレンが26日に帰ってきた時、彼女は、ノアは大丈夫と聞いた。私は、はいと答えた。彼女はバッグからキャンドルを取り出し、ギフトショップからこれを持ってきた。3日間の子守のための$12のキャンドルよ、と言った。私はその夜、アパートの駐車場で車に座り、20分間考え込んだ。涙は流さず、誰にも電話しなかった。ただ、自分の中で何かが静かに閉じたのを感じた。ドアが閉まるように、音もなく、ただ静かに。それが私の中で何かを変えたクリスマスだった。怒りではなく、もっと静かなものだった。頼りにされることの代償は、人々が私を見なくなることだ。彼らは私の行動を見る。洗濯物を畳むて、時間通りに現れる車、電話で、はい、という声を見ているが、その背後にいる人間を見なくなる。クリスマスだけではなかった。母が眼科医に行くための送迎が必要な時、必ず私に電話してきた。カレンではなく、デレクでもなく、私だった。私は柔軟性があるから。毎年、私は前日から家に行き、
掃除をしてテーブルを整え、ゲスト用のタオルを用意していた。カレンは買ったパイと笑顔で現れ、デレクは何も持たずに姿を現れたが、誰もそれを問題にしなかった。母は毎回、隣人にこう紹介した。こちらが私の末っ子。いつもとても助かるの、看護師だとも、昇進したとも言わず、ただ、助かるとだけ。私が RN プログラムを卒業した時も、誰一人として来なかった。母は片頭痛だと言い、カレンはリリーの遊びの約束があると言い、デレクは日付を忘れたと言った。メーガンだけがそこにいた。彼女は花を持ってきて、私が卒業証書を持っている写真を駐車場で撮った。今でもそれを持っている。それが私が持っている唯一の卒業写真だ。その夜、家族のグループチャットを開き、メッセージをスクロールした。3年間のメッセージ、ほとんどが母からのタスクの割り当てか、カレンからのやるべきリストだった。あなたはどうというメッセージは3年間一つもなかった。私は昔、自分に言い聞かせていた。彼らはただ忙しいだけだと。でも、忙しい人は自分にとって大切なことには現れる。私はその一つではなかった。こうして私は、11月の終わり、4回目のクリスマスに突入し、ようやく名付けたパターンの中にいた。そして、キッチンのカウンターには、自分のためだけに初めて貯めた金額、$2340が置かれていた。6ヶ月間の残業、昼食の準備、毎朝、家でコーヒーを作ると言って過ごしてきた。私はその計算を夢の中でさえ暗唱できた。1ヶ月に4回の夜勤の追加、半分の賃金、家賃や食費を引いた後、残った金額は靴下の引き出しに入れておいた封筒に入れた。メーガンと私は、ビーチの2ブロック先にあるエアビーを予約し、彼女がオンラインで見つけたシーフードシャックでの食事、初日の朝の日の出の散歩、ポーチのロッキングチェアでの時間を計画していた。15歳以来、私は海を見ていなかった。そしてその時、私の電話が鳴った。グループチャット、母のメッセージ。ジェシカ、カレンのリストを転送するわ。子供たちのスケジュールは昨年と同じよ。ノアの耳薬を忘れずに、昨年と同じように、まるでそれがすでに決まっているかのように、私がすでに承諾したかのように。ノートと残業、6ヶ月間の節約が存在しないかのように。私はそのメッセージを長い間じっと見つめた。心の中で、6ヶ月間の追加のシフトをかけた旅行を、彼女は頭の中でキャンセルしてしまった。このメッセージを見つめる時間が永遠のように感じられた。もしあなたが私の立場にいて、その電話を持っていたら、何を感じただろうか。大切にしていたものを持っているのに、誰かがそれを無価値に扱うのを見たことはあるだろうか。あなたの物語をコメントで聞かせてほしい。私は電話をテーブルの上に伏せた。画面が暗くなる。4年間で初めて、はいとは打たなかった。2日後、メーガンと私は、ルート15沿いのハルズダイナーのブースに座っていた。12時間のシフトの後、蛍光灯の光が個人的に感じられるほどの疲れを抱えて。私はスイートティーを頼み、彼女は触れていないフライドポテトのバスケットを持っていた。それで、どうするつもり、彼女が言った。私はストローを回しながら、グループチャットには返信していないと言った。それが私が聞いていたことではないのは分かっていると彼女を見つめた。ビーチに行ったら、母が大騒ぎするだろう。彼女は、あなたの母は、あなたが何をしても大騒ぎすると言った。それは彼女が計画していたことではない。メーガンはフライをディップし、私を指さした。実際に旅行をキャンセルしたいのと聞いた。いいえ。じゃあ、やめなさい。そんなに簡単ではない。それが簡単だ。あなたがそれが簡単でないと思っているのは、簡単なことは代償を処理することを意味するからだ。彼女はフライを置いた。ジェス、あなたの母は、あなたが自分のために何かを望むたびに怒っていた。看護学校に行ったとき、彼女はそれを、フェーズだと言った。自分のアパートに引っ越したとき、彼女は、お金の無駄だと言った。彼女が怒ることは、あなたが正しいことをしているかどうかの測定基準ではない。私は答えなかった。彼女は正しかったし、それが嫌だった。
もし彼らが私を許さなかったら、と私は言った。メーガンはブースに背もたれをリクリンドさせた。自分のクリスマスを逃してしまったことを、一生許せなくなるのではないか。ダイナーの周りは賑やかで、皿がぶつかり合い、料理人が注文番号を叫び、レジの近くでカップルが楽しそうに笑っている。その音が遠くに響く中、私はお茶を手に取り、一口長く飲んだ。行くつもりだ、と言った。キャンセルはしない。メーガンはかすかに笑った。まるで私がそれを言うのを長いままっていたかのようだった。しかし、その笑顔の裏には、少しの不安が見え隠れしていた。今の唯一の疑問は、出発する前に家族に知らせるか、それとも自分たちで見つけさせるかだった。その水曜日の夕方、私はアパートで皿を洗っていると、予期しない名前の電話が鳴った。ポーリーンおばさん、母の妹で、退職した教師、40分南の木宿に一人で住んでいる。彼女は年に2回ほど家族の集まりに顔を出し、礼儀正しく微笑んで早めに帰ってしまう。多くの親族は彼女がただ内向的だと思っていたが、私はいつもそれ以上の何かを感じていた。ジェシカ、邪魔していないといいんだけど、と彼女が言った。大丈夫だよ、ポーリーン。どうしたの？私の声は少し震えた。彼女は一瞬沈黙した後、重い言葉を続けた。グループチャットを見たわ。お母さんがそのスケジュールを投稿して、まるであなたが雇われたスタッフみたいにタグ付けしてた。大丈夫、私は手に持っていた皿を落としそうになった。ポーリーンがグループチャットにいたことをすっかり忘れていた。彼女は投稿も反応もせず、何年も前にミュートにしたと思っていたが、実際はそうではなかった。大丈夫だよ。ちょっと整理してるところ、そう言うと、彼女の声は柔らかくなった。私があなたの年齢の時、リンダに家族の再会をすべて企画させられたの。招待状、料理、片付け、すべてを。8年間やって、その間誰も手伝ってくれなかった。そして私が辞めた時、お母さんは家族全員に私がセルフィッシュだと言ったの。彼女は笑ったが、その音は幸せなものではなかった。その言葉には、長い間抱えていた痛みが滲み出ていた。私の喉は締め付けられた。何をしたの？彼らが私をゲストとして扱うまで、出席しなくなったの。2年かかったけど、彼らは気づいた。私は黙った。彼女は私を放っておいた。あなたが何を決めてもいいのよ、愛しい子。自分を選ぶことは、家族を見捨てることとは違うから、感謝の言葉を囁いたが、その言葉では足りないと思った。そして、電話が切れる直前にポーリーンが加えた一言が、すべてを変えた。ジェス、私はそのグループチャットを3年間読んでいる。お母さんがあなたについて送ったすべてのメッセージを見てきた。その瞬間、電話の中は静寂に包まれた。キッチンはとても静かに感じた。ポーリーンが電話を切った後、私はソファに座り、膝の上に電話を置いてグループチャットを開いた。これらのメッセージは3年間で何度も読んできたが、毎回通勤中に道路標識を読むように、背景音のルーチンとして読んでいた。今回は違う目でスクロールした。昨年のクリスマス、12月24日の午後3時14分、私はノアと共に緊急治療室にいた。5人の子供を連れ、私の母は同じグループにいるカレンにメッセージを送っていた。まるで私がそれを見ることができないと思っているかのように。彼女は大丈夫。必要とされるのが好きなの。それが彼女に何かをする理由を与えるの。カレンの返信は2分後。それは真実だね。彼女があの小さなアパートで一人で座っているよりはマシ。私はさらにスクロールした。2年前、私がベビーシッティングの役割を回すよう提案した翌週、母はカレンに、ジェシカのことは私が扱う。彼女は戻ってくるよ。いつもそうだから、そして、感謝祭の翌夜に送られた最新のメッセージ、3週間前のこと。私は帰省し、震える手で車に座っていた。暗闇の中を運転しながら、母はカレンにこう書いた。ジェシカには本当の生活などないの。私たちが彼女を含めていることに感謝すべきだ。私はそれを1度読み、2度読み、そして3度目はゆっくりと再読した。
まるで突然意味がわかるまで、理解できない文を読み返すように。私たちが彼女を含めていることに感謝すべきだ。私は電話を置いた。手のひらを膝に平らに押し付け、深呼吸した。スクリーンショットを撮る必要はなかった。それらのメッセージは、家族の全員がいつでもスクロールできるグループチャットに残っていた。再び電話を手に取り、メーガンに電話をかけた。行くよ、そして誰にも言わない。その後の2週間は、私の人生で最も奇妙な期間だった。仕事に行き、帰宅し、夕食を作り、友人からのメッセージに返信していた。その間、私は胸の中に温かい石のような秘密を抱え込んでいた。グループチャットは鳴り続け、母はほぼ毎日更新を送ってきた。ノアの昼寝のスケジュール、イーさんの新しい食物アレルギー、リリーが好むお尻拭きのブランド。すべてのメッセージは私宛てだったが、実際には私のためではなかった。それは指示であり、兵士が志願することを求められずにいる一般からの通信だった。私はすべてを読み、返信はしなかった。ただ、シーンをタップして次に進んだ。自宅では、ゆっくりとバッグを詰めた。キャリーオン一つ、サンドレス、水着、サンダル、夏から読みたかったペーパーバッグ。一時的な不在通知をクリニックに設定し、エアビーを確認し、アウター、バンクスの天気をチェックした。中50度、晴れ、海からの軽い風。ほとんどの人にはビーチ友風ではないが、私には完璧だった。クリスマスの1週間前、母から電話がかかってきた。それで、23日の正午には家にいるわよね。カレンのフライトは3時だから、1時には出発する必要があるの。電話を耳に当てながら、ドアのそばに置いたスーツケースを見つめた。知らせるよ、母さん、沈黙。何を意味するの、知らせるって。クリスマスだよ、ジェシカ。知らせるよ。彼女の呼吸が聞こえ、歯車が回り、再計算が行われ、苛立ちが見え隠れした。しかし、彼女はまだ押し返してこなかった。まだ時間があると思っていた。私が戻ってくると思っていた。いつもそうだったから。電話を切ると、アパートは静かになった。ラジエーターの音と自分の呼吸だけが響いていた。自分自身の計画を実行することは、今までで最も過激なことのように感じた。12月21日、休暇前の最後のシフト。メーガンと私は、リニックのスタッフルームでランチを食べていた。プラスチックの椅子と、先週のスープの匂いがする電子レンジ、駐車場が見える窓。私の車は詰め込まれて準備万端だった。緊張してる、メーガンがヨーグルトの蓋を剥がしながら尋ねた。少し、旅行についてじゃなくて、23日の電話について。オフにしなよ。できない。子供の誰かに本当に何かが起こったらどうするの？メーガンは考え込んだ。それなら、オンのままにしておいて、でも本当に緊急でない限りは出ないように。パニックと罪悪感の違いはわかるでしょう。もう十分に練習してきた。私の電話がテーブルの上で震えた。グループチャット。母が写真を送ってきた。家が完全に飾り付けられていて、階段にはガーランド、玄関にはリース、リビングには孫たちが作った不揃いのオーナメントのついた木があった。写真の下には、彼女のメッセージ。家族のためにすべて準備完了よ。ジェシカ、子供部屋も準備したわ。エアマットレスも入れておいたから、メーガンは私の肩越しにそれを読み、私を見た。子供部屋にエアマットレスね。そう。5人の子供がいる部屋にあなたのためのベッドを用意したのね。そう。ゲストルームでもなく、ソファでもなく、子供たちの部屋、泣いている幼児や眠っている間に蹴ってくる双子がいる部屋、私は何も言わなかった。メーガンは座り直した。アウターバンクスのエアビーには何があると思う？何？キングサイズベッドが2つ、彼女は私にスプーンを指さした。2つあるの、私は笑った。それはここ数週間で初めての本当の笑いだった。お腹の底から始まり、すべてを押しのけるような笑いだった。2日後、48時間後、私は誰にも割り当てられない場所にいることになる。12月22日、午後9時、すべての前夜。
私のアパートは、ライトスタンドのランプと電話の青い光以外は暗かった。スーツケースは、規則のように玄関に置かれていた。アラームは5時半にセットし、フライトは8時だった。ポーリーンおばさんに電話をかけた。彼女は第一声で出た。まるでずっと待っていたかのように。明日、と彼女が尋ねた。明日。本当に。本当に、彼女の息遣いが聞こえた。しばらく息を詰めていた時のような、ゆっくりとした呼吸。よかった。グループチャットを見守っているわ。もし何か嫌なことが起こったら、私に電話してね。ポーリーンおばさん。愛しい子。私が間違っていると思う。彼女はためらわなかった。何について間違っているというの？生きていることが間違いなの？一瞬の沈黙。ハニー、唯一の間違いは、愛を装いながら他人の無料の手伝いをして、またクリスマスを過ごすことなんだから。私は窓に額を押し付けた。外の通りは静まり返っていた。駐車場では水霜がフロントガラスに形成されていた。ポーリンが言った。少し寝ておきなさい。そして、そのビーチの写真を私に送ってね。電話を切った。9時47分、また電話が鳴った。母からだった。留守番電話にした。メッセージは22秒だった。再生した。ジェシカ、カレンが明日の朝子供たちの荷物を私のところに持ってくるわ。正午までに来て。遅れないで、いや、お願い、疑問符なし。ただ、12歳の時にテーブルを用意するように言われた時と同じ口調の命令だった。私はもう一度聞いて、それから削除した。横になり、毛布を引き寄せ、アラームをセットし、目を閉じた。風が窓をこすり、ラジエーターが一度音を立てて静まった。明日の朝、空港に着き、家族がドアの前で待っている。午前5時半。アラームが暗闇の中で鳴った。スヌーズを押さなかった。すでに目が覚めていた。5時からずっと天井を見つめ、自分の心臓の鼓動を聞き、罪悪感が這い込んでくるのを待っていた。しかし、それは来なかった。シャワーを浴び、ジーンズと薄手のセーター、良いブーツを履いた。洗面所の鏡に映る自分を見て、ほとんど認識できない人を見た。見た目が変わったからではなく、準備が整っていたからだ。6時15分、メーガンが暗闇の中でヘッドライトをつけて現れた。アパートの鍵をかけ、階段を降りてスーツケースを車のトランクに積み込んだ。朝の空気は強に冷たかった。準備はできた、と彼女が言った。準備はできた。私たちは、埋める必要のない静けさの中で空港へ向かった。高速道路は、ほとんど空いていた。数台のトラックと、数人の早起き通勤者。29号線の家々からクリスマスの明かりが点滅していた。空港では、すべてが早い動きで進んでいた。チェックイン、セキュリティ、B7 ゲート。窓際の2席。午前8時、私の携帯が光を放った。グループチャット。母から。おはよう。カレンが10時に子供たちを連れてくるわ。正午に会いましょう。簡単符とスマイリーフェイス。彼女は全く気づいていなかった。メッセージを読んだ。メーガンは私の画面をちらりと見たが、何も言わなかった。彼女は本を開いた。私は携帯をバッグにしまった。8時20分、私たちの搭乗グループが呼ばれた。パスを渡し、ジェットウェイを歩いて座席を見つけた。窓際だった。エンジンがうなり、客室の明かりが暗くなった。そして、私たちは動き始め、転がり、傾き、高く上がった。窓の外を見ると、地面が小さくなっていくのが見えた。どこかで、母が5人の子供たちのためにジュースボックスを並べて、エアマットレスの空いている場所を確保している。雲の上は、ただひたすら太陽だった。10時を過ぎて、私たちは着陸した。アウトバンクスは塩と松の香りに満ちていた。12月のバージニアとは全く違う。空気は冷たいが、その下には暖かさがあった。朝の太陽が水面を照らした時のような暖かさだった。メーガンはレンタカーを受け取った。再び携帯をオンにした。
母からの未着信が6件、カレンからが3件、デレクからのメッセージが1件。ねえ、どこにいるの？母が私に電話してきた。グループチャットは、静かな状態から爆発的に変わった。午前11時58分。母。ジェシカ、どこにいるの？カレンはもう出発したわ。子供たちがここにいる。電話して、12時3分。母、再び。これは冗談じゃないわ。電話します。12時7分。ジェシカ、電話に出て、私は画面を見つめた。メーガンは荷物をトランクに積んでいて、私を見ないふりをしていた。12時12分、母から再び電話があった。私は受話器を取った。ジェシカ、どこにいるの？カレンは1時間前に出発したわ。子供たちが、私は言った。行かないよ、母さん、3秒間の静寂。心の中で数えた。計画があるって言ったでしょ。私は、メリークリスマスとだけ言って電話を切った。手は安定していた。声も安定していた。アウトバンクスの駐車場に立ち、頭上でカモメの声が響き、砂が舗装を吹き抜ける音は、何年も味わっていなかった最初の正直な静けさのようだった。12時20分、グループチャットが爆発した。母さん、彼女は来ない。彼女は出発した。私たちは、人の子供を残された。カレンはどこかのフライトで、何が起こっているのかわからない。フライトをキャンセルできない。デレク、待って。マジで。私は携帯をロックし、ポケットに滑り込ませた。メーガンが運転席のドアを開け、車の屋根越しに私を見た。ビーチに行こうと彼女は言った。ビーチ、海は7分の距離だった。家族は300メートル後ろにいた。カレンはリゾートには到着しなかった。後でグループチャットを通じて知った。彼女はゲートにいたが、母の電話がかかってきたとき、フライトの搭乗が始まっていた。ブラッドはすでに自分の席に座っていた。そして、母はバックグラウンドで5人の子供が叫んでいる中で、戻ってきなきゃダメよ。ジェシカは来ない。私一人じゃ無理なの、と叫んでいた。カレンはゲートからブラッドに電話をかけた。その会話がどのように進んだのかは想像するしかないが、グループチャットで見たのはカレンの怒りに満ちたバージョンだった。空港を出なければならなかった。リゾートは$1200。返金不可。私のチケットの変更手数料は$400。合計$1600が、ジェシカがバケーションを取ることに決めたために消えてしまった。ブラッドはどうやら母に同情を示さなかった。カレンはチャットに投稿した。ブラッドは、これは私たちの問題であって、ジェシカの問題ではないと言っている。彼は、あなたがずっと姉に子供を押し付けて、ずっと、はいと言ってくれると思うなと言った。そのメッセージを3回読み返した。ブラッドは、感謝祭の時に、ロールを取って、と言った以外に声を聞いたことがない人だったが、カレンにはそれをはっきりと言ったようだ。午後2時には、カレンは母の家に戻ってきた。荷物はまだパッキングされたままで、マスカラは滲んでいた。5人の子供たちが、なぜアンとジェスが来ないのかを問いただしていた。その時、カレンは誰も考えなかった質問をした。母さん、ジェシカが本当に子供たちを見ると言ったの？沈黙。彼女は言う必要はなかった。母はいつもそうしていると言った。カレンは彼女を見つめた。母さん、それは同じことじゃない。その一言で壁に亀裂が入った。薄く、静かで、ほとんど見えない亀裂が、母が4年間かけて築いた壁に現れた。デレクはいつも静かな方だった。思慮深い静けさではなく、便利な静けさ。誰かが4年間使われ続けるのを見て、居心地の悪いことを言う必要がない静けさだ。しかし、12月23日、彼の妻がその一言を言った。デレクとティナは、母が電話をかけた時に2時間離れた彼女の実家にいた。このことは、父にチャットのメッセージから組み立てた。母は私たちに戻ってほしいと言っている。デレクが投稿した。彼女は一人で子供たちを扱えないと言っている。どうやらティナが電話を取った。その後に続いたのは、デレクからのメッセージではなかった。トーンがあまりにも直接的で、句読点があまりにも整然としていた。
リンダがデレクに電話して、子供たちを手伝うために戻るように言った。私たちは、ついさっき到着したばかりだ。両親は、一日中料理をしていた。私たちは戻らない。20分後、デレクは再び投稿した。今度はティナが彼の肩越しに立っているのが分かった。彼は今まで見たことのないような意見を書いた。母さん、これについてクリスマスの後に話し合う必要があると思う。ジェシカには一理あるかもしれない。母の返事は即座だった。一理。彼女はクリスマスイブにこの家族を放棄したのよ。デレクは返事しなかったが、ティナはした。グループチャットではなく、私にプライベートメッセージを送った。私はそのメッセージを後で見た。Airbnb のポーチに座り、膝の上に毛布をかけ、海が、レイおじ、ドナオバー、そしてイースター以来話していなかったローワの奥のいとこからのメッセージが届いた。レイおじからはこう書かれていた。ジェシカ、お母さんが家族を捨てたと言ってる。君らしくないよ。電話してあげて、ドナオバからは、クリスマスよ。何があったにせよ。家族が最優先よ。知らないいとこからは、子供たちを捨てたって聞いたよ。冷たいね、お母さんは、連絡先リストを次々とたどり、まるで軍隊の指揮官のように、彼らを招集していた。そして、彼女の語る物語は、私が突然姿を消し、5人の無力な子供たちを見捨てたというものだった。彼女は私に聞くこともなく、4年間の無給のベビーシッターの苦労も、エアマットレスや休館の請求書も、誰も読んでいないと思っていたグループチャットのメッセージも省いていた。メーガンは私がスクロールするのを見ていた。どうするの？彼女は尋ねる。何もしない。今夜は、私は電話をテーブルに置き、エビを手に取った。母は30年の歳月をかけて、自分の物語を築き上げてきた。犠牲的な母親、虫の家長としての彼女のイメージを。私はその物語の中で27年間、脇役を演じてきた。しかし、今、私は自分の役を演じることをやめた。彼女は、のことに耐えられなかった。しかし、一つだけ彼女が忘れていたことがあった。ポーリーン・オバがのグループチャットにいたことだ。ポーリーンは私の言葉をすべて読んでいた。午後10時14分、ポーリーンからのプライベートメッセージ。お母さんがレイとドナに電話して、君が子供たちを捨てたと言ってる。私は彼女が歴史を塗り替えるのを見ていられない。明日のビデオ通話で何か言いたい。許可をもらえる、私は4秒で返事した。何でも言って、ポーリーン。真実を伝えて、クリスマスの朝、私は白いカーテンの隙間から差し込む日差しと波の音で目を覚ました。目覚まし時計の音も、子供の泣き声も、母の声もなかった。ただ、波の音だけが静かに響いていた。メーガンはすでに起きて、ソックスを履いてキッチンでコーヒーを作っていた。コテージは新鮮なコーヒーの香りと海の香りに満ちていた。私はポーチに座り、温かいマグを手にしながら、5分間も携帯電話を見なかった。4年間で初めて、他の誰かが設定した目覚めましなしで迎えたクリスマスの朝だった。300メートル北では、別のクリスマスが行われていた。グループチャットがまだ開いていて、騒がしい音が響いていた。午前6時18分。ねえ、リンダ。子供たちがもう起きてる。リリーがプレゼントを開けたがってる。追いつけないよ。午前7時45分。カレン。お母さん、プレゼントを開けさせて。後で整理するから、午前8時10分。またカレン。ノアがまた泣いてる。耳を上げた、午前8時半。リンダ。耳がどこにあるかわからない。カレン、9時には、カレンとリンダがノアの薬を誰が忘れたのかをめぐって大声で争っていた。ブラッドはカレンに1行だけのメッセージを送った。これは私たちのバケーションだったはずだ。4年間一人で管理していた混沌が、今やそれを生み出した人々の間で分配され、彼らは溺れていた。そして午前9時12分、デレクからのプライベートメッセージ。メリークリスマス。君がどこにいても楽しんでいることを願っている。一瞬の後、2通目のメッセージ。何も言わなかったことを謝りたい。私はそれを読み、まだ返事はしなかった。しかし、胸の奥で何かが緩んでいくのを感じた。
小さく、静かに、まるで結び目が解けていくように。クリスマスの午後3時、マースファミリーはビデオ通話を行う。パンデミックの時にレイおじがズームを覚えて以来の伝統だった。15人、4つの世帯、1時間の強制的な楽しさ、そして誰かの子供がカメラを倒す。参加しないつもりだったが、メーガンが私を見て、あなたはまだ家族よ、ジェス。条件が変わっただけ、と言ったので、午後3時2分に参加することにした。画面には顔があふれ、レイおじとドナオバが自宅の書斎で、背景には暖炉があり、ローワノ区のいとこたちが手を振っていた。デレクとティナは彼女の両親のキッチンテーブルに、カレンは母の家のソファに座り、目を赤くしてノアを膝の上に抱えていた。そして、母が中央にいて、クリスマスセーターを着て、口紅を塗り、カメラの角度を絶妙に調整していた。機器の中でも、彼女はそのショットを演出していた。そして、私の画面が現れた。T シャツを着て、背後には海の景色。反応はすぐに現れた。おや、こちらに現れた人がいる。母が言った。レイおじが口を挟む。リンダ、もうやめなよ。クリスマスなんだから、やめな、母の声は鋭くなった。彼女は5人の子供を知った話で放置したのよ。クリスマスイブに、そんなことをする人間がいるっていうの、私は動じなかった。準備に24時間をかけていたからだ。お母さん、あなたは私にベビーシッティングを頼まなかった、と言った。私がするって言ったのに、計画があると言ったのに、あなたは無視した。計画、家族よりもバケーション。最後に家族が私にクリスマスに何を望んでいるか聞いたのはいつ、誰も言葉を発しなかった。2秒、3秒。その時、画面の隅にある小さな四角から、ポーリーン・オバがミュートを解除した。リンダ、と言った。そろそろ正直にこのことを話す時だと思う。通話中のすべての顔が静止した。ポーリーンのカメラは少し上向きに設定されていた。彼女の背後には、リビングの天井ファンがゆっくり回っているのが見えた。彼女は灰色のカーディガンを着て、読みかけのメガネをおでこの上に押し上げていた。長い間考えていた人のように冷静だった。リンダ、愛してる。あなたは私の妹だけど、私は4年間あなたがジェシカにしてきたことを見てきた。そして、その前の8年間、あなたが私にしてきたことも見てきた。母の顔は引き締まった。ポーリーン、これはあなたのことではない。レイおじが声を強めた。リンダ、彼女に話を終わらせてやれ。ポーリーンは続けた。私は家族のグループチャットにいる。あなたがジェシカに頼まずに送ったメッセージやスケジュールをすべて読んできた。カレンが転送したリストも、ジェシカが雇われているかのように、彼女は母が気づいていない時に彼女がどう話すかも見てきた。何の話をしているの？読んでほしいの、リンダ、ポーリーンの声は揺るがなかった。私はスクリーンショットを保存している。ケースを作るためではなく、これを読んで気持ちが悪くなり、どのように見えるかを覚えておきたかったからだ。家族の誰かに二度とこんなことが起こらないようにするために、母は何も言わなかった。感情が高まる中、私はポーチに座り、息を飲んだ。これから何が起こるのか、私は知っていた。彼女の言葉が、みんなに知られる瞬間が迫っていた。そして、その瞬間を誰かが思い切って口にするとき、恐れていた真実が明らかにされる感覚を、あなたはどう感じるだろうか。その感情を、コメントで教えてほしい。ポーリーンはメガネを調整し、読み始めた。昨年のクリスマス、12月24日午後3時14分、ジェシカが5人の子供を休館に連れて行っている時に、あなたはカレンにこれを書きました。彼女は一語一語を丁寧に読み上げた。彼女は大丈夫。必要とされていると感じるのが好き。何かすることができるから、誰も動かなかった。カレンは目を閉じた。ポーリーンは続けた。2年前、ジェシカがベビーシッティングの役割を交代することを提案した後、あなたはカレンにこう書いた。私はジェシカを扱うから、彼女はすぐに理解する。彼女はいつもそうする。母の口は開いたが、何も出なかった。そしてこれ、ポーリーンは、声を半音低くして言った。感謝祭の後の3週間前、
娘が計画があると告げた後、あなたは笑った。あなたがこれをタイプした。彼女はカメラにスクリーンショットを見せながら、読み上げた。ジェシカには本当の生活がない。私たちに含めてもらっていることに感謝すべきだ。沈黙が広がった。丁寧な沈黙ではなく、圧倒的な静寂だった。彼女は計画があると言ったのに、あなたは彼女の顔を見て笑った。彼女はスクリーンショットをみんなに見せるためにスマホをカメラに向けた。そして、その内容を声に出して読み上げた。ジェシカは現実の生活を持っていない。彼女は私たちが彼女を含めていることに感謝すべきだ。そこで静寂が訪れた。礼儀正しい静けさではなく、全方向から圧迫されるような重苦しい沈黙だった。画面上の15の正方形は誰もタイピングせず、誰も動こうとしなかった。母のリビングルームのどこかで、暖房が作動する音が聞こえた。マイク越しに、忘れられない音を聞いた。雪が窓に落ちる、かすかな音。5秒、10秒。マーサー家の歴史の中で最も長い沈黙だった。レイおじが口を開いた。その声は低く、慎重で、言葉を選ぶような響きがあった。リンダ、それは本当か。あなたが書いたのか、母の目には涙が浮かんでいた。口が動いた。文脈が違うのよ。その時、ソファの後ろからカレンが言った。ママ、私はそのチャットにいた。私も読んだ。文脈が違ったわけじゃない。次に起こったことは、武器が尽きていく様子を目の当たりにするマスタークラスだった。母は最初に罪悪感を使った。彼女はいつもそうだ。私はあの子たちを一人で育てた。その声は父親が去った後にかすれていた。18年間、助けも休みもなく、そしてこれが私への返礼なの。クリスマスの日に私を攻撃するのを、アンとドナは冷静だった。リンダ、誰もあなたを攻撃していない。でも、ポーリンが読んだことは、あなたが自分の娘について話すべきことではない。母は振り向いた。次の武器はガスライティングだった。ジェシカは大げさなのよ。彼女はずっと敏感だった。一度の休暇で、突然家族全員が私に反対する。デレック、4年間一度も私の味方をしなかった彼が、ミュートを解除した。ママ、彼女は大げさじゃない。彼の声は、リアルタイムで沈黙を学び直す男のように途切れていた。彼女は3年前に交代でやってほしいと言った。私たちは全員のと言った。私は何も言わなかった。それは私のせいだ。母は画面のデレックに視線を向けた。そして、レイおじに振り向いた。社会的圧力、彼女の最後の手段。レイ、あなたは彼女のおじなのよ。彼女が間違っていると言って、レイおじは瞬きもせずに言った。家族は優先されるべきだ、リンダ。それにはジェシカも含まれる。そして、私が聞いている限り、彼女は長い間優先されていない。その時、母は泣き始めた。しかし、涙の中、震えの中で、彼女が次に何をしたかに気づいた。カメラをリビングルームに向け、5人の子供たちがカーペットの上でラッピングペーパーに囲まれて座っている姿を映した。彼らを見て、彼女は言った。彼らは混乱している。何が起こっているのかわからない。この状況はジェシカが作り出したものだ。カメラの向こうから、カレンの声が聞こえた。疲れた声、無防備な声、終わったと感じる声。ママ、やめて。ジェシカはこれをしたわけじゃない。私たちがやったの、画面がちらついた。カレンが動いた。そして母は一人でフレームの中に座り、自ら作り出した沈黙の中で泣いていた。私は何も言わず、ただ画面の小さな四角から見守っていた。背後には海が広がり、髪を風が揺らし、15の顔が真実を見つめていた。それは長い間、目の前にあったものだった。何も言う必要はなかった。メッセージがそれを語っていた。ポーリンも言った。カレンさえも言った。しかし、今、通話は静まり返り、画面上のすべての視覚が私を見つめ、待っていた。だから、私は口を開いた。ママ、愛してる。家族を愛してる。私は声を平静に保った。怒りも震えもなく、ただ明確に。
でも、私は4度のクリスマスをあなたのベビーシッターとして過ごした。ノアの緊急治療のために$180を払ったけど、誰も返金してくれなかった。子供たちの部屋でエアマットレスで寝て、友達とのホリデーをキャンセルし、年中余分なシフトを入れて、やっと一度の休暇を得た。そして、あなたは私が子供たちを見守ると言ったが、私に聞くことはなかった。私は一瞬言葉を止めた。風が髪を揺らす。波はその背後にあり、穏やかで無関心だった。あなたは私には、実の生活がないと言った。私はカメラを見据えた。でも、私は持っている。ただ、あなたたちは誰もそれを見ようとしなかった。誰も言わなかった。怒ってはいないと私は言った。ただ、他の誰かの人生を楽しむために、自分の人生を手放すのは終わりにしたい。来年のクリスマスに私が来るなら、私は家族として来る。スタッフとしてではなく、沈黙は長く続いた。その後、小さな四角の角からポーリンが言った。よく言った、愛しい子、母の声は、ついに小さくなった。今まで聞いたことのないほど小さかった。あなたがそんな風に思っていたなんて知らなかった。そして、私は言うべき最後の言葉を言った。あなたは聞かなかった。レイおじがまとめた。私たち全員、考えるべきことがあると思う。彼は、部屋に出口が必要だと知っている男が言うような一文を口にした。四角たちは、一人ずつ別れの挨拶をした。静かに。アンとドナは手を振った。ロアノクのいとこたちが、メリークリスマスとつぶやき、すぐにオフにした。デレックは小さくうなずき、彼の画面は暗くなった。カレンは何も言わなかった。ただカメラを一瞬見つめ、その後ろ前に手を伸ばし通話を終了した。母は言葉もなくカメラを切った。画面が黒くなった後、私は長い間ポーチに座っていた。太陽は水面に向かって沈み、空を同色とアプリコット色に染めていた。ブロックのどこかで、誰かがグリルをしていた。炭火の香りが潮の空気とともに漂ってきた。メーガンが2つのマグカップを持って出てきた。カモミールティーだ。彼女は私が午後にコーヒーが嫌いだと知っている。彼女は私の隣の椅子に座り、どうだったか聞かなかった。彼女は、トンドのことをスクリーンドア越しに聞いていた。私はその後、罪悪感がやってくるのを待っていた。4年間、囁き続けていたあの声。行くべきだった。そうすれば簡単だったのに。しかし、罪悪感は来なかった。代わりに、私は何年も感じたことのない感覚を得た。スペース、呼吸する余裕。4度のクリスマスの間、息を止めていたようで、ようやくゆっくりと完全に息を吐き出した。午後7時、カレンからのテキスト。ジェス、キャンドルのコメントやアレルギーリストについてごめん。そしてすべてに、感謝の言葉を言うべきだった。数年前に言うべきだった。私はまだ返事をしなかった。時間が必要だった。午後7時半、ポーリンから。メリークリスマス、愛しい子。あなたを誇りに思う。私は返事を打った。メリークリスマス、アンとポーリン。真実を言ってくれてありがとう。そして、電話を置いて海の音を聞いた。空が暗くなるまで。27日にメーガンと一緒に飛行機で帰った。アウトバンクスの空港は小さく、半分空いていて、再循環された空気とピーナッツの匂いのする地域ジェットに搭乗した。道中ずっと眠っていた。数日間、途切れのない睡眠を得た。アパートに戻ると、すべてがそのまま、静かで清潔だった。ナイトスタンドのランプは、4日前の暗闇の中で出発した時のまま点灯していた。次の週、影響が少しずつ届いた。来ることが分かっている郵便物のように、でもそれが届くとドキッとする。カレンは$1,600を失い、$1,200は返金不可のリゾート代、$400はフライトの変更手数料。彼女とブラッドは、彼女が後に言うことになる、双子が生まれて以来の最悪の喧嘩をした。ブラッドは、私に毎年クリスマスに頼るのは寛大さではなく、権利だと言っていたらしい。新年までには、彼らはプロのベビーシッターを探し始めた。デレックは12月29日に$180をベンモで送金してきた。メッセージも注釈もなく、
ただその数字だけ。私はしばらくそれを見つめた。それは、私の家族がその請求書を認識した初めての瞬間だった。ティナは別にテキストを送ってきた。私はデレックに、もっと頑張る必要があると言った。もう傍観者でいるのは終わりにして。こんなに時間がかかってごめん。レイオジは新年の翌日に、彼女が不公平だったと言ったのを聞いて、私はその微妙な違いに気づいた。間違っていたとは言わなかった。それは、彼女がどこにいるのかを物語っていた。彼女は続けた。あなたのお父さんが去ってから、私は一人で全てを支えなければならなかった。誰も助けてくれなかった。そして、その途中で、私はあなたに頼ることに慣れてしまった。もしかしたら、頼りすぎたかもしれない。私も理解している、ママ。でも、あなたがそうした理由を理解することと、それが許されることは別だ。電話の向こうで長い息が聞こえた。ポーリーンはみんなの前でそのメッセージを読んだ。彼女は言った。そして、ここに本当の傷があった。私がどれほど屈辱を感じたか、わかる。目を閉じた。ママ、私はその気持ちをよく知っている。あなたが家族の前で私の計画を発表するたびに、私はそう感じていたから。沈黙。お互いに愛し合う二人の間に横たわる、真実を避ける方法が尽きてしまった静けさだった。ごめんね、ジェシカ、彼女の声はかすれた。私は聞くべきだった。あなたが何を犠牲にしていたのか、見抜くべきだった。感謝する、ママ。それは私にとって大きな意味がある。私は本気だった。そして、次に言ったことも本気だった。でも、今後は違う。私は行ける時に訪れる。選んだ時だけ手伝う。もうデフォルトのベビーシッターではない。しばらくの沈黙の後、キッチンの水道が滴り落ちる音が聞こえた。わかったと彼女は言った。ただそれだけ、静かで不安定、まだ心地よくはないが、相手側からかすかに開いたドアのようだった。最初の試練は2週間後に訪れた。日曜日の夕食のために母の家に向かった。感謝祭以来の初めての訪問だった。2時間滞在すると決め、実際に携帯にタイマーをセットした。厳格であろうとしているわけではなく、自分の意思でされることを証明する必要があったからだ。家は変わっていなかった。クリスマスの飾り付けは、いつものように1月中旬まで残されている。ポーチのブランコ、黒いシャッター、ドアのリース。しかし、何かが違った。中に入ると、テーブルは2人分に設定されていた。10人分でも5人分でもなく、2つのプレースセッティングだけ。2つのグラスの水、そしてチキンポットパイの香り。私の大好物だ。リリーのでも、イーさんのでもなく、私のものだ。母はあまり話さなかった。いつもより少しゆっくりとキッチンを動き回り、静かだった。仕事のことを、メーガンのことを尋ねたが、ベビーシッティングやビデオ通話、ビーチのことには触れなかった。私たちは食事をし、小さなことについて話した。近所の新しい犬、道路の氷、ルート15のダイナーがメニューを変えたかどうか。それは慎重で、まるで長年間違っていた会話の形を再学習している二人のようだった。私は1時間45分滞在し、立ち上がって彼女の方にキスをして帰路に着いた。2日後、カレンから電話がかかってきた。やあ、ジェス。バレンタインの週末にベビーシッターを探しているんだけど、良い人知ってる、今回はお金も出すと言った。私はクリニックの同僚の名前を教えた。カレンは彼女を予約した。1時間$20。ラミネートされたリストはなし。ただの親とプロの間の普通の取引だ。1月の私の誕生日の日、デレクがグループチャットにメッセージを送った。誕生日おめでとう、ジェス。今週末は私が夕食をおごるよ。27年間、その家族の中で誰かが私を誘うのは初めてのことだった。私は橋を燃やすことはしなかった。ただ、一方通行の橋を渡るのをやめただけだ。今は2月だ。私のアパートの窓の外の雪が溶け始めている。雨どいからのゆっくりとした雫、駐車場を流れる小さな川、嵐の排水溝に向かっている。
春はまだ来ていないが、近づいているのを感じる。冷蔵庫には新しい写真がある。私とメーガンがアウトバンクスのその Airbnb のポーチにいる写真。コーヒーマグを持ち上げ、後ろにはぼやけた青い海が広がっている。それの隣には、ニューイヤーの時の私とポーリーンの写真。彼女が私の肩に腕を回し、私たち二人が何かを笑っている。今はそのことを思い出せないが、重要ではない。重要なのは、私が幸せそうに見えることだ。本当に幸せそうに。演技ではなく。私と母は完全には修復されていない。もしかしたら、永遠にそうかもしれない。彼女は時々失敗する。私がもっと訪れてくれたらいいのにというコメント。罪悪感を伴う電話の一瞬の沈黙。しかし、彼女は自分を戒める。少なくとも、そうしようとする。私が学んだのは、たとえ不器用でも、努力することが、27年間持っていたもの以上の価値があるということだ。長い間、私は愛とは自分自身を役立たせることだと思っていた。手伝うのをやめたら、存在意義がなくなると思っていた。しかし、クリスマスの朝、アウトバンクスのポーチに座っていた時に学んだことがある。自分が役に立つ時だけあなたを大切にする人は、実際にはあなたを大切にしていない。あなたを本当に愛している人は、演技をやめてもなおそこにいる。もしあなたが家族の中でいつも、はいという人で、計画をキャンセルし、費用を負担し、子供たちの面倒を見て、テーブルをセットし、片付ける人で、そして誰もあなたの必要を尋ねないなら、これだけは知ってほしい。あなたは止めていい。彼らを愛していないからではなく、自分を愛するために、ようやく自分のスペースを取るために。これが私の物語です。もしこれがあなたの物語を思い出させたのなら、コメントで聞かせてください。あなたならどうしたでしょうか？飛行機に乗ったか、それとも止まったか。もしあなたも家族との間に線を引いたことがあるのなら、それはどうなったのでしょう。下のすべての物語が、他の誰かを少しでも孤独から救う助けになります。もしこの物語があなたに意味を持ったのなら、いいねと、登録をお願いします。本当に、もっと多くの人が必要な時にこれらの物語を見つけるのに役立ちます。そして、もしこれと同じような物語をもう一つ見たいのなら、説明欄のリンクをチェックしてください。信じてください。それも同じくらい心に響くものです。お聞きいただきありがとうございました。